八神です。今回ですね、旧小学シリーズということで、ちょっとね、お話ししていこうかなと思います。旧小学ってなんだってね、いうことになりますと、簡単に言えば、様々なコツです。はい。ポイントですね。例えば習ったこと、あるいは疑問に思うこと、うまくいかないこと、そういった物事にですね、ポイントがあって、そのポイントがちょっとずれてると、うまくいかなかったりします。そこで、よくね、聞くものとして、同意問題っていうのがあります。同意問題って何の話かって思う人は多いと思うんですけど、物事ね、当たり前なんですけど、同意、合意が必要です。はい。で、我々の世界も同意合意でやってるんじゃないのって思われる方が多いと思うんですけど、実はですね、このアンダーグラウンドの世界というか、セムの世界というか、そういうところっていうのは、暗黙の了解と、なんていうんですかね、雰囲気でやっていきますっていう人が多いですね。で、それでまかり通ってたんですよ。うん。ちょっと前まではっていうか、昔はね。ところが、今はその、同意合意、非常にその人権を尊重するという形で、どっちが偉いわけでもないし、どっちが、どうのっていう世界ではない。所詮ごっこに過ぎないっていうね、ところでやっていくので、どういうことかっていうと、当たり前なんですけど、例えば仕事で仕事の内容があって、労働時間があって、賃金があって、それで合意しますかどうですかっていう、契約内容じゃないですけど、そういうことで普通は物事って展開していくと思うんです。ところが、なし崩しというね、雰囲気というか、なんとなくということで、やっていく人が多いんですね、この世界。なので、これから、セムの世界、あるいはそのアンダーグラウンド、縛りの世界、金箔の世界に、入ってこようっていうね、方々、縛る方も、縛られる方も、同じようにちょっと考えていただきたい部分があります。それは何かというと、もちろんね、その、お互い恋人同士とか、パートナー同士とか、そういうなし崩しの雰囲気がいいんだっていう人もいると思います。ですけど、基本的には、それは、お互いその、なんていうのかな、長いこと、パートナーというかね、あの一緒に過ごしている関係だと思ってください。大概の場合そうじゃないんですよ。何とかの会に行くとか、バーに行くとか、あるいはそういう機会でたまたま縛られるとか、あんまり相手のことをよく知らないとかね、そういう場合が多いです。なので、どうしたらいいのかっていうことですね。それには、はっきり、物事、つまりその、自分の意見を言うっていうことなんですね。で、自分の意見を言うっていうのはどういうことかっていうと、ダメなものはダメ、良いものは良い、とはっきり言う。自分はここまでですよっていう、交渉、ネゴシエーションの仕方ですよね。だけどそれがね、なかなか、皆さんできないんですよね。相手のことを思ってとか、なんでしょう、その、聞きづらいとか、言いづらいとか。でも、この世界においては、はっきり言わないと自分が損をするってことですね。はい。損してしまうので、はっきり言った方がいいです。例えば、私は、縛られるだけとか、うん。なんでしょう。同じね、言葉一つとっても、お互いが持つイメージっていうのが、違ったりするんです。例えばね、そうね、日本だとよくそのラーメンに例えるんですけど、ラーメン食べに行きましょうって言った時に、パッと頭の中に浮かべるラーメンっていうのは人によって違うと思うんです。醤油ラーメンもあれば、味噌もあれば、塩もあれば、
豚骨もあれば、いろんなラーメンがあると思うんですね。で、実際にその連れてってもらったところで、自分の好きじゃないラーメンの味だったっていう時に、ああ、私ちょっとこれ苦手なのよねっていうと、まあ、その食べずに済むんですけど、相手方にしてみれば、なんて言うんですかね、じゃあ早く言えよとかっていう話にもなりますし、で、強引な人になるとね、いや、美味しいから食べてごらんと、いいから食べてごらんなさいよっていうね、無理やり進めてくるなんていうパターンもあります。なので、好みが違う可能性があります。あ、好みじゃない、その、イメージしているものが違う可能性があるので、一歩突っ込んで、話をしてみるといいかもしれません。うん。例えば、そうですね、よいしょ、私は、塩ラーメンが好きです。うん。あなたは何ラーメンが好きですかとかね、そういう話ですよ。うん。つまり、縛るという言葉。これはどっからどこまでが縛るなのか。うん。つまり人によっては、縛ってエッチなことをする人もいれば、縛って写真撮りたい人もいるし、アーティスティックにやりたい人もいる。うん。いろんなパターンがありますよね。なので、明確に、どういうのがいいんだいとか聞かれたりとか、まあ聞いてくれる人はまだマシですね。うん。聞いてくれないパターンもあるので、基本的には自分から言うですね。うん。なんか私は、縛られるだけ、着衣で、うん。粘膜接触は一切しません。みたいな。うん。はっきり言えるようになる。で、これがとっても大事なんです。なんでかっていうと、その時点で言えないと、例えば自分の体に異変が起きた時、つまり、縛られている時というのは、いろんな怪我をする恐れが、リスクがあります。違和感を感じたりとか、ちょっと痛いなと思ったりとか、いろんなそのアクシデントというか、怪我をしてしまう可能性があるわけですね。で、その時に、相手のことをおもんばかって言えないっていう人が多いです。うん。言えない人のほとんどは、一番最初に、私はこうなんですって言いづらいっていう人が多いですね。なので一番最初に、私はこうなんですけど、あなたはどうですかっていう交渉をする。で、もし面と向かって、言いづらい。その場合は、例えば事前の LINE であるとか、インターネットだったらいろんなね、そのリプライとかそういうので言ってしまう。うん。で、それでもし断られたとすれば、それはそもそも相性が合っていないというか、ご縁がなかったというふうに思うといいと思います。はい。ここをしっかり伝えないといけません。で、この時に、正直であること、平等であること、目的を同じであること。うん。この3つが揃っていれば、少なくともトラブルになるようなことは少ないと思います。はい。なので、ぜひね、皆さん、始められる上では、いろんな予備知識とか、いろんなね、お話、画像、動画、いろんな下調べすると思うんですけど、いざ自分が実際にその場でやってみようとか、一歩を踏み出す際に、とても重要なのは、相手のイメージと自分のイメージがちゃんと合ってるかな、そこで同意が得られるかなっていうことですね。はい。まずそれを、しっかり頭の中に置いてやってみてください。それでもし相手が、なんでしょうね、その、うーん、いや、そういうのは、とか、こういうのいけませんっていうことですよね。はっきりしてくださいってことです。うん。私はそれの方がトラブルが少ないと経験上あります。うん。だし、そう思うし、そうやってきています。はい。じゃあ私の場合はどういうふうにするかというと、例えば一番最初に、イベントや仕事で縛らなければいけないという状況ではない場合、つまり私が遊びに行ったりですね、いろんなところに顔を出したりした時に自分から縛りましょうかって声かけないんですよ、まず。うん。まずかけないです。うん。なぜならば、その女性が、私の場合はその縛る人っていうのは女性が多いですから、女性が S なのか M なのか、どちらかわからないのか、初心者さんなのか、
あるいは誰かにお付きなのか、女王様なのか全くわからない状況で、最初から失礼のないようにするために、まず一番最初に気軽に縛ろうかとは言わないですね。でもし相手がその M の方であるとか、そういうのが分かった状態であったとしても、縛ろうかとは言わないです。はい。なぜならば、その人が縛られたいという気持ち、あるいは願望があった時点で言ってくれればやります。です。はい。僕はね、常々言ってるんですけど、マッサージ屋さんと同じようなもんです。って言ってるんですよ。うん。相手が疲れたな、ちょっと楽になりたいなっていう時に、すみません、私ここが疲れてるんですけど、ほぐしてもらえませんかとか、そういうふうに、言っていただければ対処のしようがあります。うん。ところが、自分からね、あの、なんだろう、ほぐしましょうか、疲れてるでしょ、ほぐしましょうかっていうのはちょっと違うなと私自身は思っているからです。はい。それにそれにね、輪をかけていくと、例えば、私以外にはほぐされないでくださいとかね、よくわかんないこと言っちゃう。責任が取れる範囲で、行動しましょう。大人ですから。っていうことですね。ただ、この世界っていうのは、なんでしょう、精神的にまだまだ大人ではない。まあ私もね、大人じゃない部分っていうのはあります、もちろん。はい。ありますけど、なんだろう、どうしてもわがままになってしまうというか、自己中心的になってしまうことが多いので、それをね、避けるという意味でも、皆さんぜひそこはね、注意してください。で、一番、あのー初心者の方というか、損をしたくない方、うん、これから始める方、縛る方、縛られる方、どちらでも良いですけど、ぜひこれは頭の中に置いといてほしい一つの考え方があります。それは何かというと、気分が乗ったらいいですよっていうのはやめましょう。はい。なぜかというと、それがなし崩しの第一歩だからです。はい。つまり、いいだろうなとか、いい気分だろうなとか、そんな空気感だろうなっていうふうになんとなく思ったりして憶測で物事が進んでいきます。そうすると、いわゆるその同意がないところまで行きます。もし嫌だとしても、その嫌な反応を嫌よ嫌よも好きのうちではないですけど、そういうふうに勘違いしてやってくる人もいますし、当然その時にやめてくださいとはっきり言えなければ、なおさらそれはエスカレートしますね。はい。なので、なし崩し、つまり気分が乗ったら OK ですとか、あの、その場の雰囲気でっていうのはやめましょう。うん。これは私、海外ね、10カ国以上教えていますけど、よく言う話です。海外では、ドランクレイプって言ってますね。はい。つまり、お酒をたくさん飲んだ状態。うん。で、酩酊して意識が朦朧としてる冷静な判断ができない。そういった状態の時に、イエス or No を迫るというのは、いかんです。ダメですね。はい。冷静な頭でクールダウンしてる状態でしっかり話す。うん。で、事前に取り決めを行う。じゃないと、自分が冷静になった時に、あ、やっぱり嫌だったとか、やるべきじゃなかったとか、そういうことになりかねません。なので、ぜひ、事前に、やる、交渉するですね、お話をして、で、やることを決めましょう。で、やることを決めたら、それを守りましょう。まあ、大人ですからね。ただこれがなかなか守れないとか、その時の勢いとか止められないとかあると思いますけれども、当然、当たり前なんですけど、自分のやったことに責任を持つということがとても大事になってきます。はい。まあ言われなくても分かってるよっていう人はいると思うんですけど、まだまだね、わからない人たち、つまり自分の欲望の塊の世界ですから、ちょっと皆さん注意して、やってみるといいと思います。うん。まあ、今回はね、その同意、合意ということをどのように考えたらいいか、これから始める上で、どのようにやっていったらいいかっていうことをね、少し皆さんのヒントとして、抽象学の中で同意ですね。ちょっとこういうVlog じゃないですけど、
言葉にしてね、伝えようと思いました。いや、なんでこの、映像にして、話にして伝えようかと思ったかというと、非常に簡単なんですよ。僕ね、文章を書くのは好きなんですけど、すごく、なんて言うんですかね、言葉に文字が追いつかないというか、書いているうちに字をね、文章をどんどん絞っちゃって、全然進まないとか、そうすると皆さんにお伝えする機会っていうのがどんどん遅くなっちゃうし、どんどん減ってしまうので、こうやって喋るだけであればね、すぐに届くかなと思いまして、ちょっと試行錯誤ですが、まず第1弾として九州学シリーズの同意合意についてお話ししてみました。もしね、このシリーズいいねとか、ちょっと参考になったぜとかいう人がいましたら、ぜひね、チャンネル登録、それから、グッドボタンを押していただけるとありがたいです。はい、今後も一つよろしくお願いします。